小柄な体で総重量 200kg ほどある人力車を引き駆け抜ける女性。浅草を走ってたくさん笑顔にしたいなみたいな。そう笑顔で話す彼女は日本でも代表的な観光スポット浅草に拠点を置く東京力車で女性車夫として働く現役大学生。自分も楽しんでお客様も楽しませる、みんな幸せになるっていうのはいい循環っていうか、乗客を乗せひたすら走り疲れをみじんも見せることなく笑顔でおもてなしをする女性車夫のお仕事に密着しました。今回密着させていただくのは東京力車に入社3年目の鈴木明菜さん。アキナスという愛称でみんなから呼ばれています。清掃中のおかげでやらせていただいてます。街からの見られ方っていう面でクレームをいただけるともう本当にこの街にいられなくなりますので、日々感謝の気持ちでかっこよくお願いします。はい、今日も事故なく安全運転でお願いします。いってらっしゃい。パワフルな朝礼の挨拶で全員の士気が上がったら、まずは浅草周辺の清掃へと向かいます。やっぱり浅草走らせてもらってるっていうのは大前提なんだろう。やっぱ浅草なかったら私たち多分走ってないと思うので、ありがたく。清掃の次は人力車の準備です。安全に運転できるように損傷した箇所がないか点検作業を行います。他にも気温によってかける毛布の種類を変えたりと、お客様が快適に過ごせる環境を作ります。こちらは明菜さんが仕事中常に身につけているというカバンですが、このカバンには何が入っているのでしょうか。手ぬぐいがいっぱいあります。手水とかやられるときにどうぞみたいな感じで、あと日焼け止めとか入ってます人力車の準備ができたら雷門周辺にある乗車スポットでお客様をご案内します。はい、ありがとうございます。早速お客様が来たようですね。人力車は浅草寺の周りを回ります。ルートが3カ所ぐらい大体あって、様々なルートの中から回りたい箇所や興味のある場所などをヒアリングしながら適した所要時間やルートをご提案します。中にはお任せという注文をするお客様もいますが、もちろんそれも喜んで引き受けます。じゃあこっちの方で行っちゃいましょうか。お願いします。希望コースが決まったら早速乗車です。お願いします。お願いします。はい、じゃあ人力車メンズファーストでもありますので、殿から行きましょう。殿からじゃあ行きます。お客様がご夫婦やカップル、男女の場合は男性を立てて女性をエスコートするサポートをしているんだとか。捕まってもらっても大丈夫です。はい、大丈夫です。1、2の3、よいしょ。よいしょ。オッケー、オッケー。こっち側に、はい、バッチリです。手すりがあった方が安心なんで、こうよろけないように。人によってはもう肩とか差し出す時もあったりします。で、お兄さんじゃあ手を差し伸べてお姉さんのエスコートをお願いします。お姉さんもゆっくり1、2の3で、はい、1、2の3。オッケー。はい、よし、バッチリです。たらお二人がちょっと暴れないようにシートベルトしておきます。お願いします。興奮したら危ない。危ないですね。シートベルトをつける際もお客様との距離が近くなりすぎないように配慮します。危ない。これだけかけてきます。よいしょ。はい、失礼します。横失礼します。お兄さん失礼します。よいしょ。オッケー。布を差し込む際はお客様の足に手が触れてしまうため、必ず手のひらを反対にして差し込むようにして気を配ります。持ち上げる前ってめちゃめちゃ急なんですよ。なんで持ち上げる前に持ち上げたら平行になるので安心してくださいってお声掛けさせていただいたりしてます。持ち上げたら平行になるので安心してください。はい。また人力車は万が一に備えて転倒防止バーがあるので、お客様は安心して乗車することができます。じゃあ持ち上げてください。体重を背もたれお願いします。すでに乗車時から様々な気遣いがありましたが、持ち上げる際にもポイントがあるんだとか。私下向いてたらお客様めっちゃ怖いじゃないですかなんで安心、お客様が安心できるように目線を合わせて持ち上げるようにしてます。
今回は乗客の方にご協力いただき、乗車中の様子を撮影していただきました。いざ、浅草の街へ出発です。もしあれだったら屋根も開けていけるんですけど。開けたい。走行中でも変わらずにお客様に常に気を配り、より楽しめる演出を提案するアキナさん。全然違う。ちなみに今日は、なんかお昼ご飯とか持ち歩きとかしてきたんですか？今日はまだしてないんですよ、私。めっちゃついてる。いいですか？お願いします。走行中のお客様との会話で、その方の興味関心や情報を聞き取り、ルート案内中のスポット紹介や方法をお客様によって変えるんだそうです。おすすめはおうちのはい。ね、そう。すごいそう。いちご丸々16個使ってます。すごいですね。うちのね、はいお店が中屋さんって言って、お祭り道具一式一つ一つのお店の情報や豆知識に詳しいアキナさん。そうですね、お店とかも結構変わったりしたりするので、結構定期的に行ったりとか、あとお店自体がすごい多いので、それでよく仕事ない時に日に食べに行ったりとかもしてます。結構欠かさずやってます。ひなさんはなんでこの車夫になろうと思ったんですか？テレビを見てて、はいはい編集はいのテレビ、はい。このなんか姿勢、受けてる姿勢がすごいかっこよくて、研修がだいたい1年ぐらい、1年弱やってて半分は研修です。はい、結構厳しい。ちょっと厳しめなところです。やっぱり安全確認とか、あと道路交通法とかその他もいっぱい学ぶことがあるので大変でしたね。それでも心が折れなかったわけみたいなのってあるんですか？そうですね、やっぱりいい人たちに囲まれてたので慰めていただいたりとか、やっぱ周りの環境がすごいでかかったなというふうに自分では思います。アキナさんの丁寧なガイドのもと、最終地点の神社に到着しました。降りる際も乗車時と一緒で、まず車輪に歯止めをかけて、お客様の足場を用意します。お待たせしました。帰りもメンズファーストになります。はい、メンズファースト。手水とかって普段やりますか？やらないですか？じゃあ一緒にやりましょう。左手をこう洗って、お上手の作法も丁寧に教えるアキナさん。手拭いを渡して濡れたお客様の手を拭けるようにします。参拝も終え、もうすぐアキナさんのご案内も終わりです。雷もここすごいね。ここすごい。今はお二人ともシンデレラなんで、人力車という名のかぼちゃの場所。確かに。ちょっとでね魔法がいけちゃう？やば。解けちゃうんですけれども、結構早いですよね。人力車。本当にあっという間。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです。じゃあ気をつけて。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お客様の姿が見えなくなるまで凛とした姿勢でお見送りをし続けるアキナさん。どこまでもお客様に尽くす姿勢。アキナさんにとってのおもてなしとは何でしょうか？やっぱなんか相手が求めてるもの以上のことをする。人によってやっぱり求めてること全然違うので、例えばちっちゃいお子さんとお年寄りの方って全然求めてるものが違うので、そこをなんか相手の気持ちに寄り添うことを意識してます。6plus 6、12。ありがとうござい面ます。白い。最高。もちろんです。一日の営業を終え、再び車庫に戻ってきたアキナさん。
今日一日を共にした人力車を入念に手入れし、お客様の見えないところまでしっかりときれいにして、明日にまた備えます。戻りました。一日中走りっぱなしだったにもかかわらず、まだまだ明るい笑顔で元気なアキナさん。そんな彼女を魅了する人力車とは一体何でしょうか。楽しませる喜びとか、それで自分も楽しんでお客様も楽しませる、なんかすごいみんな幸せになるっていうのもいい循環っていうか、仕事感覚じゃなくてやらせていただいてます。自分が楽しむことでお客様も楽しめる、そのやまない循環こそがアキナさんのおもてなしの心だといいます。一日の仕事を終え、車夫から大学生へと戻ったアキナさん。浅草に行けば自身も楽しみながらおもてなしの心とともに人力車で走り抜ける彼女の姿が見れるかもしれません。